信長の野望。新生 PK。呂布の利を狙って出陣して失敗するも再度出陣し勢力の拡大に成功した我らのフェニックス。今度は今川が武田に侵攻、今川を西に進出させてはならぬ、戦の時間じゃあ。しかしこの接塞が守る武田城、南側は道が細くて2部隊しか進めん。最大兵力の足の部隊が詰まってるではないか。てか氏春お前兵糧少なくね？ああ米足りないのに全力で出陣したでしょ。これは下り。厳しい戦いなのに何やってんのよ。安定のやらかし。腰兵糧残り12日だけどギリ信玄公と会いたい。合戦で一気に蹴りをつけるぞ。敵は信玄公以外にも、織田家に因縁ある佐竹義明もいる模様。有名な義重の父親なだけあってそこそこ強い。それでは米ギリッギリの起死回生の戦い、開戦。まあ米の有無は合戦始まれば問題なし、部隊数の多い我らが優勢、雑魚は囲んで叩け右翼は津田と上杉友貞で攻撃成功。左翼の方は織田さんと伊達で攻撃いけそう。雑魚は難なく処理できそうだ。で要所の制圧も済んで、フリーになったそごうさんでの木口ダッシュ。これで左側に進んでた信玄公を引き寄せるのださあ武田晴信、鬼ごっこの始まりじゃはい卑怯臭い戦術始まりまーす。よし、有馬春積絶対じゃ。そごうさん信玄公来たから下がって信玄が右往左往してる間に撃破だ。そしてそのまま小川信康なる者も撃退。あとは信玄と佐竹だけだ。お次は史実だと織田城を奪った佐竹義明、織田さんやっちまってください。サーターアンダギー。当チャンネルでは佐竹をサーターアンダギーと発音しますが沖縄名家とは関連ありません。あしからず。はいはい信玄公来てるよー。要所を盾にして騎馬突撃食らわないように退避してせこい。で後ろに回ったそごうさんは進路変更、の木口ダッシュだ地方、信玄公関蹴りではめられる子供みたいになる。そして信玄が要所落とすのに夢中になってる間にサーターアンダギー。おい。そして兵力少なくて空気だった小野寺がこっそりの木口破壊。式優勢勝利、とはならずミリ残る。残念。だが信玄公は混乱し、そのままそごうさんが残りの木口の破壊に成功。これにて式優勢勝利でござる。よっしゃー、信玄公に何もさせず勝利したぞ。勝ち時をあげようかーったどー。我が策あればこその勝利ですな。結果兵の損耗少なく佐竹小川を壊滅。これで当分援軍は出せまい。そして宇治春の黄金の桃尻が輝き、光に集まる虫のごとく周囲の民が宇治春の元に集う。4つの軍が寝返り武将の忠誠が上がりました。敵部隊は壊滅できたけど、白耐久はまだ7300も残ってる。盆将が城主ならまだなんとかなるんだが、相手が接塞ともなるとマジ硬いんだよな。しかし私はこの攻略法を知っている。強者の城は援軍わんこそばで囲み続ければ良いのだ。そうなん。一条金貞で遊んだ時、スタート開幕で長祖壁落とす時に使ったことあるから実績あり。弱者なりの戦術ってやつだな。包囲を解かず兵を入れ替えよ。援軍を逐次送り続け接塞が根を上げるまで閉じ込めろ。いっけー、織田軍の全総力でもって武田城を落とすのだよし一旦騎乗した宇治春も米しっかり持って再度出陣だ。皆の者持ちこたえてくれ、早掛けにて駆け抜けよう。いやそれフィールドマップじゃ使えねえから。今攻めてる武田城防衛準備できてないものの防衛拠点設定されてて、防衛拠点の重要性を感じ、我らも制度改新2を発令し防衛の準備を開始。なんだかんだで城も増えてきたもんな。しかし織田さん到着前に敵援軍が到着、春日虎綱こと武田四天王高坂正信である。織田家筆頭家老まで上り詰め、後に追放された軒佐久間の佐久間信盛もおるな。春日の逃げ壇上も合わさりダブル逃げコンビ。こりゃ厳しい戦いになりそうだ。宇治春、早く来てくれー。ああ春日が軍制圧、武田城に来るぞー。援軍わんこそばでなんとか耐えてるけどこれは厳しい。武田四天王と戦える武将なんてうちにはそごうくらいしかおらんぞ。うわー千葉さんもう兵力4しかない。撤退してー。城の包囲を維持するためにギリッギリまで耐える奮戦、お見事。っていうか今川と織田両陣営に攻められたのに、武田の残存兵力が枯渇しない。織田家の兵力も回復傾向だし、損耗より回復が勝ってる状況な模様。そして武田城の包囲が崩れる寸前でギリギリ織田さん到着。ヒーローは、遅れてやってくるものだ。おい。敵は白兵戦の時点で疲弊している、佐久間はすでに撃退済み。強敵は春日と史実だとこの後敗着される信玄の嫡男の武田義信。
だが奴らは貨幣、数の暴力で蹴散らしてしまえ。それでは武田城包囲ギリッギリの戦い、開戦。春日虎綱は騎兵レベル4だ。突撃に気をつけて。織田様には指一本触れさせんぞ。千葉市第24代当主の生き様にさらせー。ちょ待て千葉、お前兵力4しかないのに無茶すんなよ。一番やりこそ武士の誉れー。そして見事に短期掛けで無事捕獲。無事じゃねえだろ。命があっただけ儲けもの。突撃身代わりあったーす。もしかしてお前の命令か？この下道が。捕まった千葉さんのおかげで、国衆落ちと小田さんで春日の攻撃に成功。ガラ空きの右翼側から敵国衆来てるぞ。わかった。春日の殲滅急げー。おい春日殲滅で傷の木口叩かれてるぞ。直ちに陥落するわけではなーい。春日のとどめが優先。あいつは後だ。よーし、春日を撃退。逃げ大丈夫。うわー、混乱食らったー。だー、やばいやばいやばい。の木口叩かれてるのになんてこった。マジでまずいぞ。動けるの兵力125しかない畠山しか残ってねえぞ。うわー畠山ー。ダッシュでの木口防衛してー。能登畠山氏第8代当主の生き様にさらせー。の木口耐久半分になったところで畠山装着。貨幣だがなんとか耐えてくれー。よし逃げ壇上の混乱収集して春日の壊滅成功。ちなみに壇上は律令制で警察官的なあれ、春日の壇上は自称らしいです。自称逃げポリス。織田様、万歳。あ、やべ畠山が撤退。このままじゃの木口取られちゃう。小田さん戻ってー。うらー、衝撃食らったー。なんと双子の国衆、維新伝心の動きで挟み撃ちだと？ただのモブ顔だろ。うわーボコられてる、助けてー。しかし頼みの綱の国衆落ちが武田義信により撤退に追い込まれる。やべえこのままじゃ3方向から攻撃されるぞ。と思ったけど落ちが道にはまって進めなくなり、それが邪魔になり義信の進路を妨害。してる間に左の双子が撤退。宇治春、ギリのところで攻撃を切り抜ける。うおー、このまま右の双子も蹴散らせー。よし、モブ国衆撤退したぞ。ではオチがハマってる間に休憩。お疲れ宇治春撤退に失敗している仲間を眺めながら、休憩入りまーす。そして体力を回復して落ち救出作戦を決行。するももちろん間に合わない。すまん。その後は数の暴力でなんとか武田義信を撃退。これで全部隊壊滅、うちらの勝ちだぜ。宇治春ダッシュ、おい首じゃー。早掛けで機動力アップ。するも義信も早掛け使ったので追いつけず。ほんとクソ使えねえ戦法だな。まあ何はともあれこれにて勝利、勝ち時をあげよう。勝ったどー。逃げ壇上がっつり食らったせいでキルレートでは負けてもうた。まあたまにはこういうこともある、しゃあなしだな。ある意味負けた戦いであったがその後の小田さんの黄金の尻踊りが民のハートをキャッチ。見事に2つの軍を取り戻した。これに対して信玄公、小田家相手に負けるとは飛びする。やっちまったー。甲状腺が可能になるまで残り1日です。ああ包囲してた部隊が合戦で壊滅して、城の包囲が解けちまったのか。宇治春ダッシュ。これはなんとか、なりませんでした。畜生摂災が守るが地下対城を、今の戦力で落とせるわけあるかー。甲状腺になっちまうと今の総戦力でも無理かもしれん。こうして泣きながら全軍撤退することになった。援軍わんこそばで無茶攻めしたのになんてこった。そして漁夫の利を狙わんと今川氏が一気に攻勢に出る。これで武田城を落とされたら悔しすぎるぜ。でも摂災は知略高くて城破壊の跳躍できないし、城耐久も高くてきつい。しかも繋がる道の一つは、武田家の本拠となってるこの隅城を攻略しないと通れないから、多分落とせないよ。破壊工作のために知略の高い武将が欲しいぜ。はい SSR 松永久秀さん入りまーす。ここぞとばかりに知略高い武将が来たー。でも松永さん中世真っ赤。下方でもやるか？邪気とか喜びそうだけどすでに持ってるかな？要確認だな。さて我らも防衛拠点の設定したいので、制度改新2の星2を発令っと。これで好きな城を防衛拠点にできるぜ。甲状腺するにはまだまだ戦力不足、浄化施設などを建てて内政にも力を入れるぞー。そしてわらわらと集まり大激戦をする今川武田を見物してたらー。天国に出奔しました。そういや名所のある城の城主にするって、空手型で家臣になったんだったよな。一年ただ働き、ご苦労であった。もう一人空手型いたけどこや出奔確定だ。ひでえ話だ。そんな下道な小田家に枠のおじいちゃんが仲間入り。若干16歳、でも貫禄のある重役顔でございます。顔は関係ねえ、重役の能力の武将を連れてこい。
そして我らをだけは作戦を変更、落とせない武田城を避け武田家の従属の沼田家に侵攻。ああ武田がでかいから、その辺の小勢力全部武田の従属化しちゃってるのな。武田を攻める時に援軍に来られても鬱陶しい。先にこいつらを片付けるぞー。今なら武田は今川に夢中、武田の援軍も少ないだろうしやるなら今だぜ。あ、お茶係の人が職場に不満があるって相談しに来た。勝手にすっぽんの常連のこやつが事前に直談だと？うど長照が気に入らぬ、あいつをクビにしてくれ。いやうどさんは三木城であんた岸和田城で、別の地域の社員の人事に口出すとは何事？これにはうども思わず苦笑い。クビになるのは貴様じゃボケー。はい戦争駅さん本日で懲戒免職です。さらばお茶係。さて武将もそこそこ増えてきたので、人事異動できるように制度改新をアップグレード。これで上司は無理だが地上の入れ替えができるぜ。そして沼田の治める押尾城を包囲するも米が足りぬ。石山ごぼうからも少し離れてるし、包囲だけで落とすのがちと辛くなってきたな。小田さんは合戦スイッチとなるべく一旦5着上で待機でよろ。あいかしこまった。でしばらくしたら沼田昭康が出てきたので合戦。武田からの援軍で小川信康も来てたけど早々に撃退し沼田は鬼ごっこしての木口破壊。数の暴力。結果1000程度の損耗で勝利。最初からこっち攻めは良かったのでは？まあ武田攻めは敵戦力を削れたから、あれはあれでいいんだよ、多分。適当だな。武田の従属やめて織田の従属になるから許してちょんまげ。いや君を城陥落寸前に何言ってるの？従属させれば戸様の奉行としては使えるけどこの人はいらないかな？てかこのタイミングで停戦とは舐め腐っておる。結果問答無用で落城させた。沼田家を滅亡させました。まあそうなるわな。さてお楽しみの武将登用タイム。だが今回もエース級の武将おらず。畑野さんが武勇高めで、溝口が卑怯臭い混乱使えるくらいかな？混乱は強いが卑怯臭いから使うのためらうな。そして周囲を見てみると、今川の武田侵攻はやっぱり失敗に終わった模様。さすがの今川も切磋守る武田城は落とせなかったか。では武田家の従属を一つ滅ぼし弱体化したところで、最大兵力見て戦略を考えつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。うっかりミスもあり武田城の攻略に失敗した宇治原。果たして切磋が守る武田城を落とせる日が来るのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。